水分だってちゃんと取ってるんですよ。食物繊維だって取ってるし、毎朝ヨーグルトだって取ってるんです。でもどうしてもすっきりしないんです。どうしたらいいですか？なんていうお悩みありませんか？今日は便秘についてのお話をしたいと思います。作業療法士の西村です。高齢になればなるほど余計になんですけど、どうしても便秘というのは、なりやすいです。毎朝食事を気を使って水分も取ったり、ヨーグルトを取ったりとかね、そういうことをしてるし、運動もしてるんだけど、でもどうしても出ない。便秘薬がないとどうにもできないという方結構多いです。で、どうしてそうなるのかというメカニズムと、それに対する対策。で、最後には、一緒にできる簡単な運動をね、やっていきたいと思います。どうぞ最後までお付き合いください。ではまず、便秘のメカニズムについてお話ししたいと思います。まず最初、横隔膜についてお話をしたいんですけども、横隔膜、前の動画でもね、お話ししてるんですけども、一応おさらいってことで。横隔膜というのは、この肋骨ですね。このあばら骨の底の部分、ここの部分に、ドーム状にね、傘を刺したみたいな感じで、こういう風に入ってます。で、息を吸うと、横隔膜がこう下に下がります。こう膨らむようなイメージですかね、この肺がね。横隔膜がぐーっと下に下がって肋骨が膨らむ。で、息を吐くときはゆーっとこう横隔膜が上に上がって肋骨もしぼむ。で、息を吐くって感じですね。横隔膜はこういうふうに上下してます、呼吸で。横隔膜が上下することで呼吸ができるって感じですかね。横隔膜っていう膜って名前なんですけど、実際は筋肉です。で、自分の意思で動かせる筋肉だって言われてます。こういうふうにね、常に呼吸するごとに動いてます。で、この横隔膜の下、ここの部分ね、ここの部分に何があるかっていうと、内臓ですよね。肝臓だったり、腎臓だったりとかね、いろんな臓器が、腸とかね、こういうのがぎっちり詰まってます。で、この横隔膜が上下することで、この中の内臓っていうのはマッサージされてるんです。上下するとね、上下することで内臓全体マッサージされてます。で、それで、内臓がしっかり機能する助けをしてるんですね。で、もし呼吸が浅かったらどうなるか。呼吸が浅いっていうのはこの横隔膜がしっかり上下しないってことなんですけど、そうするとここのマッサージがしっかり行われないってことなんですね。ここの内臓にちゃんとした刺激がいかないので、内臓の機能が低下します。内臓の機能が低下すればそれはもちろん便秘にもなりますよね。これがしっかり動いてないと、呼吸が浅いと便秘になりやすいという横隔膜と、腸というか便秘のつながりが理解できましたかね。で、どうして呼吸が浅いと便秘になりやすいのかという話なんですけども、そもそも、腸というのは、内臓全部なんですけど、自分では動かせない内臓です。自分の意志の力でね、動け動けって言って動かないです。それはなぜかというと、自律神経という神経で、コントロールされているからですね。自分で律する神経で書いて自律神経なんですけど、この横隔膜は、さっき言ったみたいに自分の意思で動かすことができます。でもこっちの腸とかこっちの内臓は自分で動かすことができない。で、自律神経というのは2種類あります。交感神経と副交感神経。で、それぞれ説明すると、交感神経というのは闘争の神経なんて言われています。闘争というのは戦う闘争と逃げる闘争。両方です。で、普段ね、街歩いてたらマンモスに出会ったりとか、虎が出てきたりとかね、そういうことはないと思うんですけど、もしそういうことがあった場合、めちゃくちゃびっくりしますよね。怖いし、逃げると思います。戦わない方がいいと思います。で、
もう後ろも振り向かずにね、スタコラさっさと逃げるんですけど、そういう時にトイレ行きたくなるってことはないですよね。ちょっと催してきたみたいな、そういうことはないと思います。そういう緊張した場面の時には、腸というのは動きが悪くなります。トイレ行ってる場合じゃないから。命を守らないといけないから。で、交感神経が優位になると、そういう神経が働いて腸は動かず、でその代わりね、火事場の馬鹿力じゃないですけども、逃げる力とか戦う力が出てくるわけです。で、それとは逆に副交感神経。これはもうリラックスの神経ですね。夜寝るときとか、体がゆったりしてないと、寝れないですよね。そういう時に働く神経です。で、副交感神経がしっかり働いている時っていうのは、腸とかも、他のいろんな臓器もね、しっかり働いてくれます。消化したりとか、排泄のための働きをいろいろしてくれます。ただ、日常生活でね、マンモスが出てくることはあんまないと思うんですけど、どうしてもこう、ストレス、人間関係のストレスとかね、いろいろありますよね。そういうことがあった場合に、交感神経が優位になるんですね。イライラしたりとか、そういう時ね。そうすると、交感神経が優位になって排泄が悪くなる。そういうのが、一個、便秘になりやすい原因です。要はストレスですね。ストレスが便秘の原因ということです。あとが、呼吸が浅いっていうのがそうでしたね。で、呼吸が浅いので、便秘になりやすいんですけど、深く呼吸をすることで、交感神経を落ち着かせて、副交感神経を優位にさせることができます。なので、ゆっくり深呼吸して気分を落ち着かせると、副交感神経が優位になって、排泄もね、しっかり動き出すというのがあります。なので、深呼吸とかね、呼吸がね、すごく大事です。で、あと、便秘になりやすいのは姿勢ですね。姿勢が悪い、こういう猫背の姿勢。こういう猫背の姿勢だと、こうなってるだけでも横隔膜が圧迫されますよね。横隔膜が動きづらい状態。呼吸は浅くなります。で、呼吸が浅くなれば内臓のマッサージができなくなるし、内臓自体もすでにこれ圧迫されてますよね。動けない状態。姿勢が悪ければ当然、便秘にもなります。なので、姿勢を気をつけて、ゆっくり深呼吸するだけで、だいぶ変わると思います。次は腸について、大腸ですね。大腸についてのお話をしたいと思います。大腸というのは、右下から上に上がってきて、左側ですね。左側に流れて、今度は左下に行って、直腸につながるって感じです。右下からね、小腸からつながって、右下から上に行って、左側に行って、左下に行く。こういう流れで動きます。これ一点覚えておいてください。で、さっき言ったように腸というのは自分の意思で動かせないです。自律神経で動いているのでね。自分の意思では動かないんですけど、こうやってねじると外側から動かすことは可能です。で、これを使います。例えば左側にねじると、体を左側にねじると、右の腸、上に上がっていく腸ですね。この腸を絞ることができます。ちょっと前かがみにした方が絞りやすいかもしれないですね。で、反対に体を右に向けると、こっちが下に行く方、左側の腸を絞ることができます。で、絞ったところから戻すと、内側から反発して戻る力が働くんですね。なので、こういうひねりの運動と、さらにこの横隔膜の上下、横隔膜を上下させる、いわゆる呼吸ですよね。呼吸で横隔膜を上下させる。ねじった状態でゆっくり深呼吸するだけで、腸に結構な刺激がいきます。ねじった状態で深呼吸するだけで腸に
しっかり刺激が入るので、これも1点覚えておいてください。この後一緒に、体操をやってみましょう。ではここから一緒に体操をやっていきましょう。まずは、姿勢を整えますね。椅子に深く腰掛けてください。で、足は肩幅。足の裏をべったりつけてもらって、体でこんなギューって無理やり伸ばさなくていいです。リラックスした状態で参加してください。まずは腹式呼吸からいきましょう。鼻から息を吸って、おへその下、下腹部ですね。この辺を膨らませます。鼻から息を吸って、下腹部を膨らませる。で、息を吐くときは口から息を吐いて、この辺、みぞおちのあたりをへこませます。こういう感じ。いきますよ。鼻から息を吸って、下腹部を膨らませます。口から吐いて、みぞおちをへこませる。鼻から吸って、みぞおちをへこませながら吐きます。鼻から吸って下腹部を膨らませます。力吐いてみぞおちをへこませる。鼻から吸って力吐きます。もう一回鼻から息を吸ってから吐きます。はい、もうこの深呼吸だけでもね、かなり副交感神経が優位になったんじゃないでしょうかね。リラックスできてるんじゃないかなと思います。では今度は、大腸のマッサージって言いましょう。さっきも言いましたけどね、右の下腹部から上に上がって左に行って左下に行く。このルートでね、マッサージをしていきましょう。軽く手のひら全体を使って軽く押します。軽く押しながら滑らせていきましょう。軽く押しながらゆっくり回しますよ。グイグイとかね、グイグイやんなくていいですからね。軽い力で押しながらゆっくり回します。右下から上に左に行って左下に下がる。いきますよ。右下から上に行って左に行って下に下がる。もう一回行きましょうかね。はい。右下から上に行って左に行って下に下がる。はい。では今度は、体をひねった状態で呼吸をするというのをやってみましょう。軽くね、ちょっと体を前に倒した方がいいかもしれないですね。でこの状態で体をねじります。どっち向きでもいいです。最初ね、どちら向きでもいいです。体をねじって肘で、この膝を押さえてあげるとひねりやすいと思います。体をねじって深呼吸します。鼻から息を吸って下腹部をね膨らませるような感じ。口から吐いてみぞおちをへこませます。鼻から息を吸って口から吐いて鼻から息を吸って口から吐いて、はい。で今度は逆にひねりますよ。体を逆にひねります。肘で引っ掛けてね、体をグイってねじってあげてください。ねじった状態で深呼吸しますよ。鼻から息を吸って下腹部を膨らませます。みぞおちをへこませながら息を吐きます。鼻から息を吸ってから吐きます。鼻から息を吸って
から吐きます。はい。OK です。戻ってください。では今度は、体をね少し伸ばします。万歳してね、手を組んで、組み方はどうでもいいです。手を組んで万歳して体を傾けます。右でも左でもどちらでもいいです。両方やりますから。でこちらに体を体を傾けた状態で深呼吸します。いいですか？鼻から息を吸ってお腹を膨らませます。口から息を吸って、口から息を吐いてへこませます。鼻から息を吸って口から吐いて、鼻から息を吸って口から吐いて、はい、戻します。ちょっとね手がだるくなるのでね下げましょう。では肩を上げるのがね大変な方はちょっとこう伸ばすだけでもいいです。ちょっと体を背筋をね伸ばすだけでもいいです。できる方は万歳した状態でやってみましょう。いきますよ。もう一回万歳して、体を反対方向に傾けます。この状態で深呼吸。鼻から息を吸って口から吐いて、鼻から息を吸って口から吐いて、鼻から息を吸って口から吐いて、はい、OK です。はい、手を下ろしてもらって、では楽にね腰掛けてください。はい、これ一回やったからっていきなりこう便秘が解消するってわけでもないと思います。もしかしたら人によってはねすごく今催してきたって方もいるかもしれないですけど、これをねできるだけ毎日続けてください。毎朝トイレ行った時にちょっとやってみる。そうするだけでかなり変わると思います。毎日そういう習慣をつけていくとね、トイレに入ったら、深呼吸。まずは普通に深呼吸して、鼻から息を吸って口から吐いて、ゆっくり深呼吸5回ぐらいします。そうすることで腸が目覚めます。腸を目覚めさせて、で、体をねじった状態でさらに深呼吸。反対にこうねじった状態で深呼吸。でこれだけでもかなり違いますのでね、トイレに座った状態で、やってみてください。そうすると、便秘の解消にねつながっていくと思います。はい、では今日の、動画はここまでにしたいと思います。いいねと思った方はね、ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。お疲れ様でした。チャンネル登録と高評価お願いします。明日もまた元気に体操しましょう。またね。